パイロットなんですけど、パイロットだって証明をね持ってきたんで、これ技能証明書、コマーシャルパイロットっていう夜間なんかで大きな字をかけると平衡感覚がなくなっちゃうわけ。ここまでしかない字数って、そうするとね、こっから下はね毎回内出血して足が赤くなって降りてくるわけ。毎回ね、日光の123便の御巣鷹山に落っこった機体があったけど、あれだってね、キャビンアテンダントがあの機体はここのドアが閉まりにくいって前から言ってたって言うんだよね。核兵器はね、日本で抑止力になりません。あんなもの抑止力にならない。どこの誰がね、原爆の被害を受けた日本が核兵器を使うボタンを押せるかって。核兵器持っている抑止力になるのはね、独裁者のいる国だけなの。どこの国かわかるでしょ。よろしくお願いします。お願いします。最初その黒野さんの自己紹介みたいな感じで。はい、名前は黒野陽一と言います。69歳、先週69歳9歳になりました。3年ぐらい前にね、脳出血しまして、ちょっと言語障害があるので聞きにくいと思いますが、それ許してください。パイロットなんですけど、パイロットだって証明をね持ってきたんで、これが技能証明書、コマーシャルパイロットっていうの。なんで2つあるかっていうと、飛行機とヘリコプター両方持ってるんで2つ持ってます。航空自衛隊のパイロットは全員このライセンス持ってます。国交省から試験が来て実際に飛行して試験受けるんで、それでみんな持ってるんですね。でそれからもう一つ、これが無線の資格、航空級無線っていう資格なんだけど、これは無線機で更新するんで管制官もみんな持ってます。そういうライセンスで、 SNS なんかでね、パイロットですかってやると 100% 疑われるんだよね。あれが不思議でさ、ホームの話題のところで弁護士ですけどっつって疑われないよね。医療の話のところで私医者ですけどっつって誰も疑わないんだよ。だけどパイロットなんだけどって言うとね、本当ですかってね 100% 言われる。それ不思議なんだね。そういうことで一応証拠として持ってきました。航空自衛隊のパイロットっていう。そうだ、忘れてた。航空自衛隊の元パイロットね。こちらのチャンネルで前陸幕の人で、内調に勤務してた人の映像を見てですね、これ警察のチャンネルだけど自衛隊の関係の人も出てるんだと思ってね。自衛官って現役の時には大っぴらに意見言えないから、僕はもう退職してるんでね、自衛官の本音っていうものを言えるんじゃないかなと思って、それにちょっとだけ警察とも縁があるんで、後で出てくると思いますが、出てくるんで、それで出させてもらいました。あと眼鏡かけてるのはね、白内障になっちゃってね、眩しいんだよね。それでかっこつけてるわけじゃないんだけど、眼鏡かけてます。はい、そういうことです。航空自衛隊は何年ぐらいされて？僕はね、航空学生っていう制度があって、それはね高卒で入るコースがあるんですよ。で僕はね、高校は横浜のね、横浜水蘭高校っていう結構偏差値の高い高校だったんだけど、前のみんながね、いい大学行っていい会社に就職するってもうなってるところに、僕はね、大学で何やりたいのかなとか、銀行員とか証券マンとかなりたいわけじゃないしなと思っている時に、うちの学校は受験があるんで修学旅行をね3年の初めにもうやっちゃうわけですよ。行っちゃうのね。で京都に行ったんだけど、京都の神護寺っていうところにね、瓦家投げっていう場所があって、有名な場所なんだけど、こんなサイズの瓦家をね、素焼きの焼き物を願い事を書いて崖から投げると夢が叶うっていう場所があるんだ。神護寺っていうね。でそこに行ったわけですよ。そしたら同級生がみんな何々大学とか書いてる中で、友達がね、桑野君っていうのが「おい黒野、お前も書けよ」って瓦家買って僕にくれたわけ。で何書こうかなと思ってる時に、もう今日みたいにこうね、真っ青でね、雲一つない空にね、突然ジェット戦闘機がねこう横切っていってね、真っ白い飛行機雲空の端から端まで引いていったわけ。あれ今思いしてみれば米軍のね三角ジェット機デルタダートだと思うんだけどね、それまでまさに
天のおぼし飯でね、あれは選ばれた人は、ね、人間しかなれないと。で自分を試す身にはもうあんなに素晴らしいものはないと思ってね、修学旅行から帰っていろいろ調べたら高卒でなれるコースがあるって聞いたんで、もうこれは行くしかないなと。それでパイロットを目指したわけです。だからちっちゃい頃からパイロットになりたいとかは全然思ってなかったのね。ただその一瞬のことで決めたわけですね。それにサンテグジュペルのね、星の王子様書いた人、あの人の本でね、ボルドニュイって言って夜間飛行っていう本とか読んでてね、パイロットっていうのは物の見方が違うようになれるんじゃないかっていう興味もあったね。あと漫画だけど自然界の鷹っていう千葉哲也さんの書いた傑作漫画があるんだけど、多分みんな誰も今となっては古いから知らないだろうけど、そういう傑作漫画があってね、主人公がパイロットなんだけど、戦争で自分の夢なんかどうにもならない時期にもああやって生き生きと人生を生きてね、最後特攻で死んじゃうんだけど、そういう人生を送った人でも生き生きと生きれたんだっていうことで、パイロットは何か違うものがあるんじゃないかっていう興味もとってもあったね。それで戦闘機パイロットっていうのになろうと思いました。試験はね3次試験まである。で1次試験は学科、これはもう防体と違って考察を頭いいのは別に望んでないからね。1次試験は高校1年生の学力あればまず通るね。2次試験がね健康診断、これは大変厳しい。半分以上これで落ちると思うんだけど、血圧から体の調子からいろいろ調べられるんだけどね、パイロットはよく目が大事とかみんな思ってるだろうけど、視力っていうのはね大体 1.0 以上の人しか受けてこないから、視力で落ちるっていうのはまずいないよね。何で落ちるかっていうと、こういう三冠式っていうのがあってね、視深度を測る。この3つの棒が一緒になったところではいっていうのをやれって、大型の自動車の事業用ってなんていうんだっけ、二種免許取るときにその同じ式があるんだけど、その三冠式でねまず大変多く落ちるね。目の能力ってねそういうところで測られる。で3次試験はね実地、飛行機に乗せられて4回空飛んでセンス見られるわけ。こいつは才能があるかどうかって。これはねもう自分ではどうしようもないけどね分かるんだよね、センスっていうものが。最初からうまくいくやつはねまずいないんだけど、4回飛ぶうちに修正できるかっていうプログレスがあるかっていうところを見られるんだね。でそうやって通ってきてる連中だから、学校に入った時にはもう大体みんなセンスのあるやつしかないから、地上訓練は地上座学は2年間あるんだけど、その間にクビになるやつはいない。2年終わってからフライトコースが始まるんだけど、そこで厳しくふるい分けられるよね。同期は92人入学して、パイロットになったら55人、約半分だね。そのうち2人殉職しちゃった。殉職ってね毎年殉職者が出るんだけど、危ないことやってんのかっていうとそういうわけじゃなくてね、 VN センズっていうのを持ってきたんだけど、これ VN センズっていう、どんな飛行機にもあるんだけどみんな形違うんだけど、 V はベロシティの V、 速度、 N はナンバーでね G の数か N ね、速度がこっち速い方、こっちが G が多い方、そうするとね普通の旅客機っていうのはこの 1G のところをこうずっと飛ぶわけ、真ん中のところ。そうだから地上にいる時からもう高速上空飛んでる時からずっとこの安全なところ、このエリアの真ん中の安全なところ飛んでるわけよ。で戦闘機っていうのはねこういう端っこを攻めるわけだから、ここから外れるとすぐ事故に遭ってる。だからそういう飛び方をしてるから事故が起きるんだっていうことはね。例えばね夜間なんかで大きな G をかけるとバーティゴってよく聞くと思うんだけど、平行感覚がねなくなっちゃうわけ。どっちが上だか分からなくなるっていう、そういうとこあって墜落しちゃうとかそういうのあるよね。フライトコース2年終わって幹部構成学校っていうところに行って、でパイロットってね高卒でも全員幹部になるんだよね。だから幹部構成学校っていうところに行くんだけど、幹部構成学校で何をするかっていうと、幹部になるための教養をやるんだけど、これはね同期の一緒に取った剣道大会っていうのが幹部構成学校であるんだ。幹部構成学校って航空自衛隊の奈良にあるんだけど、そこで剣道もやるんだよね。で全員有段者になるまでやるわけ。
でその時に防大とか一般大工とか高校生とかみんないるわけ、同じ学校に。それで対抗で大会やるわけ、その時に、ね、優勝しちゃったわけ。この賞状持ってるの僕でね、この写真有名な人が写ってんだけど、この右端の人はコン君って言って、沖縄でソ連の爆撃機が領空侵犯した時に航空自衛で初めて実弾の警告射撃をした人。このトロフィー持ってるのはね、多田君。多田君はね、長野オリンピックのブルーインパルスの編隊長をした人。この2人はもう本当に同期の中でも天才ね。そういう人とやってた。それが幹部構成学校。幹部構成学校終わって幹部になるんだけど、それまでにどの基地に行くかって分かれるわけ。ウィングマークもらってから輸送機に行くか、ヘリコプターに行くか、戦闘機に行くかで分かれて、僕は戦闘機のコース行ってね、これが T2 っていう、今はもう飛んでないんだけど、そういう飛行コースに行きます。でね、この写真を見せるとね、みんな言うことが2つあってね、これ僕なんだけどこっち向いてるじゃないかと、前見なくていいんかってみんな言うんだよね。だけど編隊飛行ってね、必ずリーダーの方を向いて飛ぶわけだから、これが普通で、ここちょっとうっすらと影になったけど、これが編隊長の尾翼ねがここに映ってるわけ。それからもう一つ言われるのはね、130って書いてあるから、これが君の愛機なのかねって言われるんだけど、毎日でも同じ機体乗ることってまずないの。なんでかというと、飛行機にはね、整備サイクルがあって、時間でやったり期間でやったり、製造から何年経ってやるっていういろんなサイクルがあるから、だから毎日これ飛ばすわけにいかないんだよね。だから毎日違うのに乗るわけ。毎日違う機体に乗ってるとね、分かることがあるんだけど、こんな精密に作られたものでもね、一機一機みんな違うわけ。日航の123便の御巣鷹山に起こった機体があったけど、あれだってね、当時必要ですって言ったんだけど、キャビンアテンダントがあの機体はここのドアが閉まりにくいって前から言ってたって言うんだよね。っていうことはもう乗ってる人が気が付くぐらいだから、パイロットはね、この機体はちょっと歪んでるなって分かったはずなのね。だからその時にね、会社としてね、この機体を点検しようっていうことが指示が出せたら、あの事故を防げたかもしれないと思うよね。だからいろいろ事故を防ぐ方法があったかと思うんだけど、会社の体制がそういうことを取り上げるっていうようにしてなかったっていうのが事故が起こった原因の一つだというふうに僕は思います。それから22飛行隊にいた時に対価がなかったんでね、対価っていうのはその飛行隊の歌、予算がないからね、対価なんて作るお金ないんだよ。だからどこの隊もないんだけど、これがその松島基地のウェブサイトにね、私の作った対価を動画にしてね載せてくれたので、ここに行けばね見れますから、時間があったら興味があったら見てください。実践でいうと何年になるんですか、パイロット期間でいうと。僕自衛隊の時にいたのは11年いましたね。でね、最後の方は僕英語ができたんでね、英検1級持ってたんで、沖縄に行って米軍との共同訓練のリエゾンオフィサーっつって連絡調整官っていうのをやらせてもらったわけ。3年間やったんだけど、米軍との共同訓練ってね、別に秘密でやってるわけじゃなくて、防衛白書に全部書いてあるんだけど、僕がやったこともみんな書いてあるんだけど、航空自衛隊で言えば一番連度の高い訓練でね、それやらせてもらってね、一番最初に米軍の同じ同世代のパイロットと会って聞いてみたのはね、僕はもうナイブだったもんでね、米軍はね、日本が戦争になった時に本当に来て助けてくれるのかっていうバカな質問をしてしまったわけ。今の日本でもそういうことを疑問に思う人がきっといると思うんだけど、そうしたらね、彼らの返事がね、日本がねいきなりどっかから攻められるっていう状況は現状では考えられないだろうと。中東かどっかで日本に経由する補給路線が危なくなった時なんかに日本での戦いが始まると考えるのが妥当じゃないかと。もしそうだとしたら、米軍にアメリカにとっても直接の利害があるんだから、それは参戦しないわけがないだろう、君の考えはどうなんだって言われてね、
これは俺バカなこと聞いたなと思う。冷や汗が思いだったけど、それは当たり前のことなんだね。条約があるかとか約束だから助けてくれるなんてことはねないんだよ。条約っていうのはね、歴史を見たも明らかに破られるためにあるようなもんだから、北方領土にしてもね、竹島の問題でもね、条約だからこう決まってたからとか、これが正義だからとか言ったって相手は全然言うこと聞きません。お花畑の期待を持っちゃいけないと。もう世界っていうのはもっと現実的なもんだっていうことね。それが沖縄で学んだことかな。戦争は外交の一手段なんだけど、戦争は外交の失敗した結果だっていう政党が現れてね、もう本当にこれにはがっかりしたんだけどね。何にも分かっちゃないね、そういうこと言う人は。戦争っていうのは、ね、一手段なんだね。外交っていうのはね、彼らに言わせればね、話し合いだって言うけど、話し合いをしないっていう外交もあるわけ。トランプはね、ベネズエラの侵攻がうまくいったもので、本当は戦争が好きなんじゃないかっていうような勘違いする人がいるけど、トランプっていうのはね、アメリカの利益でものを判断するっていうアメリカの価値観を代表するような人だと思うんだよね。だから損か得か、国に利益があるか、それで判断してる。だから戦争ってのはね、コスパがとっても悪いんだよね。人は死ぬし、お金はかかるし、国内で反対運動が起きるし、コスパって最悪なんだ、コスパ今となっては。だからそれよりもコスパのいい方法があるんだったら、素人でもそっちをしようって考えるよね。トランプはね、戦争も一つの手段だし、そうじゃない方も持ってるわけ。両方にこう手段を持ってて、どっちしようかなってそれで決めてるわけだよ。だから日本はさ、話し合いの方法しか持ってないんだとしたらね、そういう相手は手段をいっぱい持ってる相手にどうやって立ち向かうんだ。で向こうがね、話し合いしないよって言ったらもうお手上げなんだよね。そういうことを言う連中にね、外交はね任せれないな。バカじゃないかなとは思うね。戦争っていうのは今やね、軍隊がするもんじゃなくて、コスパのいい方で攻めるっていうのは全部それはもう戦争なんだよね。例えば移民問題とかもそう、移民が増えて幸せになった国はいないんだよね。それでもね、移民反対ってこういう青くても止まらないっていうのはね、それをね先導している人間が日本にいるからなんですね。あとメディアはね、もうみんな外国の資本の言いなりだし、日本のこの現状はね、とってももう戦争が始まってると思っていいぐらいの大変危ない状況だと思いますよ。だから防衛予算を増やせっていうのもね、何も武器を増やして人を殺したいっていう、戦争がしたいっていう、戦闘がしたいっていうわけじゃないんだよね。情報戦なんだから、今 AI の時代なんだから、そういうことにお金を使ってね、武器を持って人を殺しに行かなくて済むような防衛体制を持つ。移民なんかもあれもうまさに国防問題だから、そういうことにお金を使いたいって言ってるわけなんだから、防衛っていうものどういうものかっていうことで考えをもうアップグレードしてもらいたいと思いますね。戦闘機のパイロットって日々訓練が基本って感じですか？そうですね。毎日訓練ですね。我々はね、実戦に備えてやってるわけだから、毎日の訓練がね、実戦のようになる。訓練は実戦のように、実戦は訓練のように、で毎日やってるわけ。そういえばね、毎日やってるんでね、G がかかってね、G スーツっていうの着てるけど、G スーツってね、ここまでしかないの、G スーツって。そうするとね、こっから下はね、毎回内出血して足が赤くなって降りてくるわけ。毎回ね。だからそんなことをね、嫁入り前の女の子にさせていいのかと。だから僕はね、女性を戦闘機のパイロットにするってね、大反対。大体ね、戦争になったらね、戦場に行くんですよ。女の子に戦闘させていいのかと。彼らの人たちが偉いけどもやっちゃいかんと。もっとね、情報部分とかね、 AI 部分とかね、頭を使う部分でね、やることはいっぱいあるんだから、そっちに行ってほしいなと思います。じゃあそのパイロットを辞められる理由みたいなところ行きます。そうか。当時もうすぐ30歳になるくらいでね、トップガンっていう映画公開された当時だったんだけど、あれの映画の中でね、みんな覚えてないと思うんだけど、我々に一番興味があったのはね、映画の最後にね、コマンダーにどこでも好きなところに勤務させてるぞって、どこがいいっていう聞かれるシーンがあったんだけど、で彼は何つかというとね、要するにバイパーになりたいっていう、バイパーっていうのはトップガンの教官のことだけど、教官のニックネームだけど、でも僕なんかね、そうなりたいかというとちょっと違うなと思って、だいたい35ぐらいで戦闘機のピークっていう体力的に終わってしまうんだよね。でそれ終わったらもう地上勤務になるわけ、デスクワークになるわけ。
トップガンではバイパイになりたいんだけど、カモメのジョナサンっていう小説があるんだけど、ジョナサンはね最後にね虚空に消えるんだよね。空を飛んだものってね大体ねジョナサンに憧れるんだよ。バイパイよりジョナサンになりたいなとその時思ったぐらいなんだけど、それで日米共同訓練なんかの最高クラスの演習もやらせてもらってね、大体もうやりたいことはみんなやったと。夢だった青空に飛行機雲を引くっていうこともね、戦闘機でやったしね。ついでに上司に膨大出身の自分より年下のやつが来るっていうのもね、大体そんくらいの時期でまだ来てなかったけど、それも嫌だなと。出世するってのは別にいいんだけどさ、例えば安倍総理の時代の防衛事務次官っていうのは高校の後輩なんだよ。そんくらいトップの連中になるのは別に構わないけど、日々付き合う上司が年下ってのはねちょっと耐えられないだろうなと思ってね、まあやりたいことをやったし、みんな大体自衛隊、航空自衛隊ってのはどういうものかって分かったと。で英語でねこういう言葉があるんだよ。The time when you feel you know everything is the time you should retire っていう言葉があるんだけど、全てが分かったと思った時はもう引退すべき時だと。全てが分かったなんていうとおこがましいってよく言われるんだけど、全てのことをやり通したっていう意味じゃなくてね、このままだとどこまでいけるかっていうのが分かるっていうことなのね。例えばいくら優秀でいくら勉強してそれが認められて成果を出しても、航空学生っていうのは将軍にはなれないんだよね。膨大はなれるけど将軍になれないんだったらこの道を一生懸命やっても成果がないなと思った、そういうこともあってね、まあ若いうちにだったらやり直しが効くかなと思って辞めることにしました。でね、辞めてね何しようかっていうとね、東京で一応仕事がしたかったんでね、東京にあるヘリコプター会社に入りました。そこの会社の先輩のパイロットがね、29歳からヘリコプターっていうのはとっても難しいと思うよって言われたけど、まあ慣れたんだね、簡単に慣れた。戦闘機乗ってればねヘリコプターパイロットにもすぐなれると思います。乗ってみて分かったんだけどね、空飛ぶ乗り物の中で一番面白いのはねヘリコプターだね。まあせいぜい200キロぐらいの速度しかないんだけど、もういろんなところに自由に行けるしね。日本中行きました。いろんな景色見ました。仕事の内容もねテレビの中継とかもあってね、いろんな人に会うことができてとっても面白かった。僕フジテレビの専属3年やったんだけど、日本テレビの空撮もやったけど、瀬古選手の引退レースっていうのはやったんだけど、それの空撮は僕やりました。そんなことをやってとっても面白かったんだけど、3年もやるうちにね会社経営っていうのはね自分がやった方がうまくいくんじゃないかと思うようになったわけ。まあヘリコのことも大体分かっちゃったし、これ以上やってもずっとやってもずっと同じことをしてるんじゃないなと、新しいことはねもうないだろうなと、要するに分かっちゃったわけで、それで独立することにしました。で何やったかというと、そのヘリ会社に勤めた時にねシステム開発をやってたんだよね。もともとパソコンは Windows95 が出た頃からやってたんで、どんなものか分かってたんだよね。でその頃そういうパソコンを導入するのをねオフィスオートメーションっていう言葉を使って、今では仕事だけどそういう言葉を使って時期だった。だからオフィスにパソコンを導入してどういう仕事をさせるかっていうことを紹介するっていう、教えるっていう仕事をねするようにしたんです。電通の仕事なんかもらってね、電通からはね独立してからもいろいろ仕事をもらってね、その中でねホームページを作るっていう仕事が来たわけ。そんなもん初めて、誰も作る人いなかったね。で僕はねできるかっていうからじゃあやってみますって初めて作ったホームページがね2日ぐらいで作ったんだけど30万円くれたわけ。でこれはボロいなと。でもねこんな誰でもできるようなもう仕事だったらそのうち飽和するなと、みんなやるだろうなと思ってね、その仕事はねそっちの方には行かなかった。誰もやってないことをやんなきゃいけないなと思ったもんでね。でももう思った通りもう今ホームページ作る人なんてもうたくさんいすぎるし、AI の時代だったらもう AI で誰でもできちゃうってなっちゃったね。でその時の電通にいた人が会社のパートナーだったんだけど、その人ドイツ人の女の子だったんだけどね、僕は35でその子は25だって10歳年の女の子だったんだけど、その子と結婚して子供ができたらね、子供ができると要するに見かけが外人な子だよ。保育園か、まだ小さいかったから3歳ぐらいの時かな、行ってもね英語喋ってみてとか言われて、ね、この子はアメリカ人じゃないんだと、ドイツ人だと日本人なんだって、まあ生きるの大変だなって思ってね、その時は千葉に住んでたんだけど、千葉の小学校の学級新聞っていうのがね回覧板で回ってくるわけで、そこに
なんて書いてあったかというと、先生が書いてるからね、みんなと同じにしましょうって、みんなと同じなら良い子ですって書いてあるわけ。これはもう日本にいられないなと、日本で育てられないなと思って日本を出る決意をしました。彼女ドイツ人なもんでね、ドイツを頼ってドイツに移住したんだけど、その時にね、文化の違いっていうのはね、いろいろ経験してね、やっぱり日本人っていうのは島国で異文化っていうものを全く理解してないなっていうことがね、いろいろ分かったことがあったんで、そのことをね本に書いてね出版しました。で今でもね Amazon で売ってます。国際結婚言語異文化についての言語学的社会学的考察っていう、これ息子ね、でこれがね奥さんと息子ね、でドイツに行きました。でドイツで生活して何をしたかっていうとね、 AOL っていうコミュニティが昔あったんで、アメリカオンラインっていう、それのコミュニティリーダーっていうのが僕ボランティアでしてたんだよね。3年ぐらいねやったんだね、そこでいろんな世界中に住んでる日本人の人たちと交流してね、異文化についてとか日本の将来についてとか話し合ったりしてた。でそうするうちに家内がねヘッドハンティングになっちゃって、あなたたちはアジアから来たんだからアジアのマーケティングって知ってるだろうって、電通にも仕事もしてたしね、フォルクスワーゲンがちょっと業績が悪くなったんで幹部を総特会するって、うちの奥さんはねその副社長でそこに行ってくれって言われたわけ。またアジアかと、中国かと思ってね、上海に行きました。上海っていうのはね本当にめちゃくちゃなところでね、中国全部がそうだろうけどルールってものがね守られないんだよね。規則っていうのもない。例えば地下鉄で切符カードに並んじゃったらね、横入りが当たり前。ケンタッキーの店に行ったらね並ばないからわさわさしてるわけで、お店の子がね次の人って言うとね全員がこう「はい」って手を挙げるんだね。じゃああなたって言って、これはダメだと思ってもう二度と行かなかったけどね。あとね車なんか信号なんかも守らないしね、高速道路こうレーンがあるけど追い越すたびにねレーンなんかもう全然守らないわけだから、クラクション鳴らしっぱなしだよね、あそこ上海の車って。もう事故わかるしさ、そこ行くとドイツはすごいがね、ドイツはもうレーンをぴったり守るしね、ドイツがなんでねアウトバーンできるかっていうとね、日本の高速道路から速度標識を取っ払ったらアウトバーンになるかっていうとね、全然それは違うんだよ。それは本に書いたからまた長くなるからやめるけど、とにかくねむちゃくちゃなきゃ、世界で一番秩序のある国から世界で一番秩序ない国に行ったもんでね、もう頭苦しそうになったね。で仕事練習かっていうと、家内は毎日フォルクスワーゲン行ってんだけど、俺はうちにいるからね、子供の相手もせなきゃいかんし、通勤はしたくないと。で家でできる仕事をしたいと。そうしたら何があるかなって言ったらね、パソコンでやることが一番だな。で当時はね日本の駐在員の数がものすごく増えた時期でね、それまで外国で日本人が一番多い都市はニューヨークだったんだけど、その年にね上海がナンバーワンになったわけ。たくさん駐在員の家族がいたわけ。そうすると駐在員の家族っていうのは若いから、奥さん若いから小さい子供がいるんだよね。そうするとねスーパーにねビールのケースなんかね買い物なんか行けないわけ。上車が押してるし、これはねスーパーの宅配やったらいいんじゃないかなと思ったわけ。日本にスーパーの宅配ってその時今まで一つもなかったね。大前健一がやって失敗した。パソコンを使える人が少なかったから。だけど中国に来てる奥さんっていうのはさ、みんな学歴があるし、暇な時家でチャットやってるはずだしね、メールもやってるし、パソコンのリテラシーはあるからね、こういう人たちだったら受けるだろうと思って僕はそれを考えたわけで、前の日本人に相談したらね 100% ダメって言ったね。スーパー行ってみようと、奥さんはねキャベツ見比べてね、こっちでもこっちでこうやって選ばないで帰るっていうからね、そんな画面で写真野菜見ただけで買うやつがいるかってみんな言うんだよね。だけどね、みんなが言うんだったら誰もやらないなと、誰もやらないんだったらやる価値があるってやったわけで、向こうの会社ってのはさ、みんな若いからね、日本だったら名刺を持ってね、誰かでの紹介ですとかさ、名のある名刺、例えば大企業の名刺とか持ってないとアポも取れないんだけど、あっちはねそこはとっても自由でね、どこでも飛び込み OK でね、すぐねトップが話に聞いてくれるわけ。向こうのトップってみんな英語喋るからさ、もう英語で話通じるわけ。なんか良さそうだなと思ってね、それやってみようってすぐ
側端即決、そういうところはね学ばなくちゃいけないなとつくづく思ったね。もう日本なんかもう権威主義でしょ。おたくどこの会社ってそれだけでもこうだからね、だからあんなに発展するんだと。日本がね30年停滞してるって言ったらね、政治のせいじゃなくてね、日本のそういう企業の精神もね原因があると思うね、僕はね。中国で会社登録して起業しました。その時にね、中国人の友達なんかもできて一緒に仕事で手伝ってもらったりしたんだけど、最初からうまくいってね、雨の日なんかね突然こう売り上げが上がるわけ。みんな買い物行けないから。と1日で100万とか売り上げる日があったりしてね、とってもうまくいったんだね。だけどね、あんまり会社を大きくしちゃうとね、絶対共産党に睨まれて搾取されるんだよね。向こうで仕事をしている人はみんな経験してると思うけど、輸入してる会社なんかね、税関で止められてとかね、嫌がらせされるわけ。賄賂をよこせってなるわけだから、あんまり仕事を派手に伸ばしちゃうと共産党に睨まれるから、そんなに大きくしようとは思わなかったね。でそうするうちにね、何年かしても中国の生活にも疲れちゃって、秩序がないから道端で代弁してる人がとかいるしね、もうそれで頭おかしくなっちゃって、僕うつ病になっちゃったわけで、うつ病になっちゃって起きれないような日もあってね、これはまずいと思って、で一人で日本に帰ってきました。で実家で2年ぐらいもう伏せてた。その間もね、スーパーの売り上げが国際送金で送ってくるから、仕事2年間しなかったけど貯金は貯まってね、お金はあったんだよね。2年もすればね、もう親からさ、もういい加減急いで暮らせないかって言われたもんで、家を出てね一人で住むようになって、じゃあ何しようかって考えた時に、やっぱり公務員出身だから官庁の仕事で得意なわけよ。文章書くのなんかも上手だしね、WHH とか書けるしね、自衛隊の命令文書なんかの間違えたら人が死ぬわけだから、文章書けたらみんな上手なわけ。そうだ、官庁の仕事をしようと。で官庁って入札案件ってあるのを知って、それでねやっと警察の話が出てくるんだけど、警察の女性警察官、今婦人警官って言わないんだね。女性警察官募集のね冊子を作るっていう仕事を入札したらね通ったわけ。冊子を作るっていうのは要するにほとんどパソコンで DTP のデスクトップパブレッシングの世界だから、全部自分一人でできるわけよ。あとはインタビューして文章を書くだけ、あと写真撮るだけでね、写真はね日本に帰ってきてからオペラ歌手のね赤池優さんっていう人のウェブサイトを作ってたんでね、写真を勉強してたわけ。50過ぎてから写真勉強してたから、ね、準備ができたわけよ。であと文章を書くのはね、僕の親戚にいとこに黒野真一っていう小説家がいるの。 NHK のドラマなんかの書いたりしてるやつなんだけど、その小説家の黒野真一君をね連れてってインタビューをそいつにさせて、俺が写真撮ってで持って帰ってきて DTP をパソコンでやってで収めるっていう。だからほとんどコストかかんないんだよね。旅行代ぐらい。何年かそれ続いたんだよね。あの時作ったのがねこれはね鹿児島県の女の子でね、射撃の名手らしいんだよね。表紙になるぐらいだから優秀なんだよ。でこれは神戸水上警察課の副所長さん、この人女の人で警視で、これがこの表紙の女の子ね、表紙のカバーストーリーになってした。あとは各地の選ばれた優秀な女の子何人も出てくるんだけど、みんなね可愛いね、もうアイドルになってもいいくらいでね。問題っていうのは何かというとね、このインタビューした後ね、この中にはいないんだけど警官になろうと思った動機は何ですかって質問したらね、痴漢にあったからっていう人がね結構いたんだよ。でそれを記事に書いたらね、それはね とってもいい話だなと思って記事に書いたんだけど、警察庁の担当の警部補にね、そこは全部消してくださいって言われてね、なんでって言ってきたらね、痴漢にあるのはね本人にも原因があるからだって言うんですよ。これはすごい男社会だなと思ってね、厳密したねショックだったね。消したけどさ、まだそういうことを言う人がいるんだなと思ってさ、その担当の人がこれを見てくれないようにお願いしますけどさ黒野さんが何歳ぐらいの時にこういう仕事を？これはカメラの練習したのは50過ぎてたから、50歳過ぎてたよね。黒野さん日本に帰ってきて、そこからはもうずっと日本って感じですか？そう。それ家族とかはもうずっと向こうにいて？もう別れました。それどのタ
タイミングで中国を出てしばらくしてね、はい、これはもう一緒に暮らせないからもう責任取れないっていうんでそこで離婚しましたね。じゃあそれ以来一人です。でそうするうちに脳出血しちゃってでずっと一人でいます。じゃあ最後はなんかメッセージみたいな感じで。若い人に言いたいことね、はい、若い人に言いたいのはね、政治にもっと興味持ってもらいたいね。それから国際感覚を養ってもらいたいってことね。国防っていうのは何かってもう軍隊がやるのが国防じゃないってこと、そういうことを理解してほしいってことと、外交っていうのはね、国際感覚っていうか異文化っていうものを知ってないとできないってことね。もう本当にね、約束だからとかね、条約で決まってたからとか、これが正義だからとか言ったって絶対通用しないんだよね。相手が自らそうしたいって思うようなことに誘導するのが外交なんだから、そういうことを学んでほしいね。でね、始める時にはね、終わりのことを考えるっていうのは当たり前のこと、当然のことなんだよ。太平洋戦争の時のアメリカはいい例でね、奴らはね、戦争のやってる最中からね、もう戦後主義のことを研究してたわけ。で、日本っていうのはどういう文化だって、日本人っていうのはどういうものかっていう、そういうことをね、民間の学者にさせた成果物がね、聞くと刀っていう本があるんだけど、これはいい本だからね、若い人にとっても読んでほしい一つね。日本人がどういうものかっていうとね、日本文化ってどういうものかって、そういうことをねまとめた本なんだね。思いつくのはさ、今のトランプのイラン侵攻、あれ終わるのことを考えてたのかっていうのことをね、アメリカの記者会見で記者が質問してんだけど、リーベックって金髪の女の子の報道官が、それはもう何回も説明したでしょって、エピックフォーだっけの目的は4つって何回も繰り返したんだけどね、それはね軍事目標であって政治目標じゃないんだよね。戦争に勝ったで相手を無力化した、それが目的じゃないんだよ。それ終わったらどうすんのかと、ね、無政府状態にしてあとはさっさと国に帰っちゃうのかと、そんなわけにいかないでしょ。その次にやることが政治目的っていうのがあって、その目的は何だって聞いてるのにさ、全然こうごまかしてるわけ。あれうまいプロパガンダね。女の子とっても上手、頭いいよね。ああいう人をね日本にも強いてるんだけどさ、もしかしたらね日本大統領は戦後主義っていうのをね考えてなかったんじゃないかなっていう、ただイスラエルと一緒にね攻撃したかっただけなんじゃないかっていう、そういうことをね若い人にはね見る目を持ってほしいよね。日本の教育ってさ、近代史を教えないから、そういう分析をすることを若い人に能力があるかどうかってちょっとそこは不安あるんだけど、そういうことを勉強してほしいね。あとついで一つ言っとくけど、核兵器を日本の軍人の考え方ね、一つ、核兵器はね日本で抑止力になりません。あんなもの抑止力にならない。抑止力っていうのはね、相手がねこいつは本当に使うんじゃないかって思う時だけ抑止力になるわけですよ。だけどどこの誰がね、原爆の被害を受けた日本が核兵器を使うボタンを押せるかって、誰がそう思うかって、だけど世界中の誰もそこはそんなことを思わないよね。日本がそのことすると思わない。あんたは思いますかって言ってね、思うよって言う人がいるかもしれない。あなたが思うと言ってもね、この議会制民主主義の日本で国会がボタンを押すっていう技術をすると思うかって、絶対無理ですよそれ。そういうとね抑止力なんかならないんだよ。持ったって意味ないしね。持とうとしたらね CIA に潰されるのアメリカが喜ぶと思うかって、 CIA に潰されるんだよ。そういうことも想像がつかないんだよね。核兵器を持った方がいいとか言うバカは。だからね、核兵器持って抑止力になるのはね独裁者のいる国だけなの。どこの国か分かるでしょ。トランプだって独裁っぽいけど核兵器なんか使えないんだから、見てて分かるですよ。そういうものだからね、日本はね核兵器なんか持ったってダメです。持っちゃいけません。軍人の常識、バカは言うな。最後にちょっと、このチャンネルらしく、警察官とか例えば、自衛隊もそうですし、やっぱこう公務員を辞めたい方とかも結構見てたりするので、だからそういう人に対してアドバイスじゃないですけど、公務員を辞めたい人ってねいっぱい見てるし、気持ちはよくわかるんだよね。理由もよくわかります。あえて言わないけど、だけど公務員が嫌だから他のことをしたいっていうんだったらね、まずうまくいきませんよね。やっぱりね、人間ね本当にやりたいことっていうのねやらないとね人生ねうまくいかないよね。やりたいことを選んでやってるんだったらね、どんなことで先が見えなくても楽しいし嬉しいし生きがいがあるんだよね。だからまず最初にね、あんたは自分で本当にやりたいことは何ですかと自分に聞くこと。やめてから考えるってやつはね まずうまくいかない。やりたいことがあるんだけどどうしていいかわからないっていうんだったらねうまくいく。
求めをされば道は開けるんだね。求めてるやつはね、道は必ず開けるんだよ。やりたいことはこれだって言ってる人はね、どんどんアイデアが浮かぶ、そういうもんだと思います。警察のチャンネルで自衛官が喋ってなんか申し訳なかったんですけどなんか参考になることがあれば。ありがとうございます。あとね、僕が言いたかったどうやって外国情勢分析するかとかね、学歴をなぜ持っちゃいけないかとかね、そういうことね、僕の話が長くなるんで簡単にしか言わなかったけど、長いことをねブログに書いてるんでね、よかったらブログの方を読んでください。そうですね、はい、質問も関係します。ありがとうございます。はい、若い人頑張ってください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。